マリサ、日産スカイラインって知っているか？ミロレイム、この黒金の、73番。これがケンメリ GTR、KPGC110 型、1973年東京モーターショー出品車のレース仕様だ。うわ、何この塗装、黒い車体に金のラインと、73って、めちゃくちゃかっこいい。かっこいいだけじゃないぜ。世にあるケンメリ GTR は現存わずか197台、排ガス規制で発売わずか3ヶ月で消えた幻のスーパーカーだ。たった197台。それってもう手に入らないレベル。しかも今のオークションで5000万円1億円コース、箱スカ GTR でも2000万円超え。半世紀前のスカイライン GTR が、今や億単位の世界に突入してるんだぜ。1973年の車2億円。それってもう古い車じゃなくて美術品の値段じゃん。その通りだぜレイム。今日の結論を先に言うと、1968年から1990年までの70、80年代スカイライン15年史こそ、日本自動車史最もドラマチックな黄金期だったんだ。その理由は3つある。15年史。それは聞き応えありそう。一つずつ教えてよ。一つ目が、プリンス自動車の航空技術が生んだ走りや DNA。二つ目が、CM が社会現象を起こした唯一の国産車。三つ目が、排ガス規制と戦った技術者の執念、だ。最後まで聞けば全部わかるぜ。プリンスってお姫様の自動車会社。違うぜレイム、プリンス自動車工業って会社だ。1966年に日産と合併したんだよ。よく考えろ。なるほどね。それで、日産スカイライン、になったわけか。しかも今回は箱スカ、ケンメリ、ジャパン、ニューマン、セブンスの15年間に絞って徹底解説するぜ。R32 以降は別動画でやってるからチェックしてくれよな。了解、全部教えてよマリサ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。スカイラインの誕生は1957年。生まれたのは富士精密工業で、後のプリンス自動車工業だ。実は航空機エンジンを作ってた中島飛行機の流れを組む技術者集団だぜ。航空機の技術者が車を作ったの。それってつまり戦闘機の技術がスカイラインに入ってるってこと？そういうことだレイム。だからプリンス系の車は精密で先進的なものが多かった。初代スカイラインは 1.5 リットル直4で60馬力、当時の国産車最速の125キロを誇ったんだ。60馬力からスタートしたんだね。1962年には伝説のスカイラインスポーツが登場するぜ。なんとイタリアの巨匠ジョバンニ・ミケロッティがデザインしたクーペとコンバーチブルだ。ミケロッティ、それって BMW2002 のデザイナーじゃん。正解だレイム、よく知ってるな。価格はクーペ185万円、コンバーチブル195万円、生産台数はわずか60台のレア車だぜ。今では3000万円超で取引されてる。1962年に185万円って今のいくら？当時の大卒初任給が約2万円だから、現在価値で2000万円以上の超高級車だな。それはもう車じゃなくて宝石。そして1964年の第2回日本グランプリで伝説が生まれる。プリンス、スカイライン GT、通称 S54B が、ポルシェ904カレラ GTS に対して序盤に一周だけトップに立ったんだ。日本車がポルシェに勝った。最終的には抜き返されたが、量産セダンがピュアレーシングカーを抜いた瞬間、観客は熱狂した。これが、羊の皮をかぶった狼、というスカイライン伝説の始まりだぜ。羊の皮をかぶった狼、かっこよすぎるキャッチコピー。この時走ったのが伝説のドライバー生沢徹だ。今でも、日本モータースポーツ史に残る瞬間、として語り継がれてるぜ。生沢徹、日本のレジェンドドライバーね。そしてもう一人忘れちゃいけないのが、スカイラインの父、桜井真一郎だ。プリンス自動車に在籍した1953年からスカイラインの2代目以降、7代目 R31 の主幹設計まで一貫して手掛けた天才エンジニアだぜ。桜井さん、スカイラインの全てを作った人なのか。しかも社名、スカイラインの由来は、桜井さんが登山中に見た山と空が織りなす、稜線に感動したからなんだぜ。なんてロマンチック、エンジニアじゃなくて詩人じゃん。1966年プリンス自動車と日産が合併。プリンスの技術と日産の販売網が合わさり、ここからスカイラインは全国区の名車になっていく。さて次の章ではついに箱スカ伝説の始まりだぜ。箱スカ来た。1968年、合併後初の新型として3代目 C10 型箱スカが登場した。日産製 L20 型直6エンジンを積んだ GT グレードが看板モデルだぜ。箱スカ、箱みたいだから箱スカ、ストレートな名前ね。販売は累計30万台を超える大ヒットだ。当時の日本でこれだけ売れた高性能車は他に類を見ないぜ。30万台、もはや国民車レベル。
そして1969年、ついに伝説の GTR が誕生する。型式 PGC10、搭載された S20 型エンジンは2リッター直64バルブ DOHC で160馬力。市販車として異次元のスペックだった。160馬力、しかも DOHC4 バルブ。それ60年代のレース用エンジンじゃん。その通りだぜ。S20 エンジンは R380 レーシングカーの GR8 型エンジンをベースに開発された、ほぼレーシングエンジンだ。それは反則レベル。この箱スカ GTR は国内ツーリングカーレースで通算52勝、うち49連勝という大記録を打ち立てた。当時のレースカテゴリーで負け知らずだったんだぜ。49連勝、もはや無敵のチャンピオン。デザインの特徴は、サーフィンライン、と呼ばれるリアフェンダーから流れる優雅なプレスラインだ。これも桜井さんの発明で、スカイラインの伝統的衣装となった。サーフィンライン、おしゃれな名前。1971年にはマイナーチェンジで4ドアセダンの 2000GTR も追加。前期と後期、2ドアと4ドアで箱スカは多彩なバリエーションを誇ったんだ。選択肢が多くて当時の人は迷ったろうな。さて次の章では、箱スカの後継、愛されすぎたケンメリの物語だぜ。ケンメリ、CM の。1972年、4代目 C110 型、ケンメリ、が登場。デザインは曲面を多用したビレーボディで、リアフェンダーの生めかしい膨らみがアメリカンマッスルカーの香りもさせた。ケンメリ、丸みがあって今見てもおしゃれ。愛称の由来が伝説的なんだ。ケンとメリーのスカイライン、という若いカップルが日本中をスカイラインで旅するシリーズ CM が大ヒットして社会現象になった。CM で愛称が決まったの。しかも CM ソング、ケンとメリー愛と風のように、も大ヒット。グッズの T シャツがなんと30万枚以上売れた伝説があるんだ。T シャツ30万枚。車がアイドル化してるじゃん。さらに CM のロケ地、北海道美瑛町の一本のポプラの木は、ケンとメリーの木、として今でも観光名所になってる。CM から観光地が生まれたのはケンメリだけだぜ。車の CM が観光地を生んだの。すごい影響力。ところが、ケンメリ世代の GTR 通称 KPGC110 には悲劇が待っていた。1973年のオイルショックと厳しくなる排ガス規制で、わずか3ヶ月、197台しか生産されなかったんだ。たった197台。それはほぼ手に入らないレベル。だから、幻の GTR、と呼ばれてる。第一世代 GTR の最後の輝きで、その後16年間 GTR の名は途絶えることになる。16年の空白、それはファンにとって辛すぎる。搭載エンジンは箱スカと同じ S20 型160馬力。1973年の東京モーターショーで初公開されたが、翌年には消えた幻の名車なんだ。東京モーターショーで光り輝いて、すぐ消えたのね。さて次の章では、ケンメリの後継。日本のフードが生んだスカイライン、ジャパンの登場だぜ。ジャパン、キャッチコピー渋い。1977年に5代目 C210 型、スカイラインジャパン、が登場。日本のフードが生んだ名車、というキャッチコピーが時代を象徴してた。日本のフードが生んだ。って、なんかスケールでかい。デザインは当時流行のウェッジシェイプ。くさび型でシャープな面構成、空気抵抗を意識した幽霊なラインが特徴だ。直線的でかっこいい、80年代の予感。ただこの世代は試練の時代だった。1978年の昭和53年排ガス規制が異常に厳しくて、メーカーはパワーよりも触媒対応に追われていたんだ。環境規制との戦いか、それは技術者も大変。そのせいでジャパン前期は2リッター、L20E エンジンが115馬力しか出なかった。箱スカ GTR の160馬力からすると逆行してたんだ。馬力ダウンって、当時のファンはがっかりしたろうな。そこで日産は反撃する。1980年、後期型でついに L20ET というターボエンジンを追加。日本車として初の本格ターボ搭載でな、145馬力まで復活したぜ。ターボ登場。日本車初。そう、日本のスポーツカー復活ののろしはジャパンの L20ET ターボから始まったんだ。地味だが重要な世代だぜ。地味な世代に重要な技術革新が眠ってたのね。さらにこの世代から、TI、や、2000GTEX、など多彩なグレード展開で、用途に応じた選択肢を提供。法人需要から走り屋まで幅広く愛された。選べる楽しさは大事よね。ジャパンは累計53万台以上を販売した大ヒットモデル。箱スカ、ケンメリほど相性は派手じゃないが、商業的には大成功だったんだぜ。53万台。それは隠れた大ヒット。さて次の章では、ハリウッドスターを起用した、ニューマン、スカイライン、の物語だぜ。ハリウッドスター。
1981年、6代目 R30 型が登場。日産はなんと、ハリウッドの名優、ポール・ニューマンを広告キャラクターに起用したんだ。ポール・ニューマン、あの大スターが日本車の CM に。だから、ニューマンスカイラインって愛称がついた。ニューマンは本物のレーシングドライバーで、1979年のルマン24時間レースで総合2位入賞経験まである本物のカーガイなんだぜ。ルマン2位、それは説得力ある起用。この R30 で4バルブ DOHC の FJ20EFJ20ET エンジンを積んだ、RS ターボが登場した。ターボとインタークーラー版の RSX はネット出力205馬力、当時の国産最強だったんだ。205馬力、16年ぶりの最強称号復活。しかも後期型はグリルレスの精悍なフロントマスクから、鉄仮面と呼ばれた。当時史上最強のスカイラインと称された伝説のグレードだぜ。鉄仮面、中双心くすぐる名前すぎ。鉄仮面のキャッチコピーは、未来コクピット、スカイライン。デジタルメーターやドライブコンピュータなど、当時最先端のハイテク装備を満載してた。デジタルメーター、80年代の未来感。グレード展開も豊富で、4ドア、2ドアハードトップ、ハッチバック、スポーテーションワゴンまで揃った。スカイライン史上最もボディ形状が多い世代でもあるぜ。ハッチバックのスカイライン。意外。そして1980年代前半はターボ全盛期。ジャパンの L20ET から始まったターボ路線が、R30 で完全に開花したんだ。ターボの夜明けが R30 の時代だったのね。さて次の章では、ハイソカーブームに翻弄された R31 セブンスの苦悩と栄光だぜ。ハイソカーブーム。1985年に7代目 R31 型が登場。通称、セブンス、だ。RB20DET という新型直6ターボエンジンが初搭載された世代だぜ。RB20DET 初登場、RB シリーズの夜明け。しかし R31 は試練の時期に入る。バブル景気直前の、ハイソカーブーム、に対応するため高級志向にシフトしたんだが、これがスカイラインファンから不評を買った。ハイソカーブームって、1980年代後半、白い4ドアハードトップで内装が豪華なセダンが大人気になった社会現象だ。マーク2やクラウンが代表格だな。なるほど、走りより豪華さが大事な時代。そこで R31 も白い高級セダン路線に振った結果、これはスカイラインじゃない。走り屋向けじゃない、とファンから批判が相次いだんだ。それはアイデンティティを失う危機だね。ところが R31 には技術的な見どころが満載だった。世界初のセラミックターボ、4輪操舵システム、ハイキャスを国産車として初搭載。技術的には超先進的だったんだ。ハイキャス、国産初、それはすごい。後期には GTS という2ドアスポーティ路線で巻き返した。GTS-R は800台限定のグループ A ホモロゲーションモデルで、レース界の伝説となったぜ。GTS-R800 台限定、もはやコレクター向け。そして R31 の最大の功績は、桜井慎一郎が主幹設計を務めた最後のスカイラインだということ。プリンス自動車から続いた桜井スカイラインは R31 で幕を閉じたんだ。桜井さんが手掛けた最後のスカイライン、なんだか感慨深いね。その意思を継いで、1989年に登場した R32 が、超感覚スカイライン、として完全復権、そして16年ぶりの GTR 復活へと続いていくんだ。16年の空白を取り戻す R32 復活劇、熱い。衝撃の事実だぜレイム。箱スカ GTR の PGC10 は、状態のいい個体で2000万円から3000万円が当たり前。海外オークションでは億単位の落札も出てる。億単位、それはもう美術品レベル。ケンメリ GTR、KPGC110 に至っては、現存数わずか197台のうち走行可能な個体は推定100台未満。出物があっても5000万円1億円コースだぜ。1億円の車、もはや家より高い。理由は3つある。1つ目、生産台数が圧倒的に少ない希少性。2つ目、アメリカ25年ルールで世界中の富裕層が日本に殺到してる。3つ目、純正部品が出ないから走れる個体が年々減ってるんだ。出ましたまた3つ、買えない理由のトリプルパンチ。ジャパン C210 も例外じゃない。前期 2000GT で300万円から、後期 L20ET ターボなら400万円超え。20年前は10万円で買えた車が今や30倍だぜ。20年で30倍。銀行金利じゃありえない。R30 鉄仮面ターボ RSX も500万円から800万円。R31、GTS-R に至っては1500万円超えで取引される個体もある。80年代旧車も完全に投資対象だね。だから旧車ファンの間では、今買わないと一生乗れない、と言われてる。買うなら今、売るなら数年後がさらに高い、これが現実だぜ。
完全にバブル時代の名車が新たなバブルを迎えてるね。さて次の章では、知ってたらどやれる豆知識コーナーだぜ。出た、これ大好きなやつ。豆知識一つ目、第5回東京モーターショーに出展されたプリンス、スカイライン1900のプロトタイプ、BLSI1 型は、なんと当時の皇太子、昭仁親王、つまり後の上皇陛下の愛車だったんだぜ。上皇陛下がスカイラインに乗ってたの。しかも自ら運転されたという記録もある。昭仁親王は1954年から即位までに合計9台のプリンス車を愛用したカーマニアだぜ。皇室御用達のスカイライン、これはもう国宝級じゃん。豆知識二つ目、社名、スカイラインの由来は、開発者の桜井慎一郎が登山中に見た山と空が織りなす、稜線に感動したからなんだ。なんてロマンチック、エンジニアじゃなくて詩人じゃん。豆知識三つ目、ケンメリの CM ロケ地である北海道美瑛町の、ケントメリーの木は今でも観光名所として人気で、年間数十万人が訪れるんだ。車の CM が観光地を生んで、半世紀後も観光客が来るって。豆知識4つ目、長野県岡谷市、標高1000メートルの鳥居平山彦公園内に、プリンススカイラインミュージアム、という単一車種の博物館がある。1997年4月開館の世界的にもレアな施設だぜ。一車種だけの博物館。それほど愛されてる証拠ね。豆知識5つ目、箱スカ GTR に搭載された S20 エンジンは、もともとレーシングカー R380 の GR8 型エンジンがベースなんだ。だから市販車離れした性能だったんだぜ。レーシングエンジンを市販車に積む狂気、プリンス時代の最高傑作。豆知識、6つ目、ケンメリの、ケント、メリーを演じた俳優は、ダイアン、キーシュトトーク、ピットマン氏という外国人カップルだ。日本車の CM で外国人を起用したのは当時画期的だったぜ。外国人モデル起用も時代の最先端だったのね。さて次の章では、スカイラインのいい評判と悪い評判を正直に語るぜ。リアルな声、聞きたい。まずいい評判から。一つ目、直6エンジンの滑らかな鼓動感。L20 から RB20 まで、世代を超えて直6の魅力が絶賛されてる。シルクのエンジンってよく言うやつね。二つ目、サーフィンラインと丸4とテールという唯一無二のアイコン。後ろ姿だけでスカイラインとわかる究極のブランディングだ。後ろ姿で語れる車って他にないよ。三つ目、親子3代で乗り継ぐ文化。お父さんが箱スカ、息子が R31、孫が R34、なんて話がゴロゴロあるんだぜ。走る家宝じゃん。続いて悪い評判だ。一つ目、維持費が異次元。70、80年代旧車は部品が出ないから、レストアで数百万円コースが普通だ。それはハードル高い。二つ目、燃費が壊滅的。L20E 系で街乗りリッター5キロ、ターボなら3キロなんて笑えない数字だ。リッター3キロ。ガソリン代で破産する。三つ目、希少な部品の盗難リスク。箱スカやケンメリは部品単位で狙われるレベルで、保管にも気を使う必要があるんだ。部品泥棒まで現れる現実。さて次の章では、視聴者のみんなに大事な質問があるぜ。なになに、気になる。さてレイム、ここで視聴者に質問したい。70、80年代スカイラインで最も愛着があるのはどれだ？箱スカ派、ケンメリ派、ジャパン派、鉄仮面派、セブンス派。私はケンメリ派かな。みなもコメントで教えてよ。箱スカ C10 派、ケンメリ C110 派、ジャパン C210 派、鉄仮面 R30 派、セブンス R31 派。コメント欄でぜひ教えてくれよな。さらに聞きたいんだけど、もし1台買えるとしたら、どの世代の GTR が欲しい？これも分かれるところだ。希少な197台のケンメリ GTR 派と、49連勝伝説の箱スカ GTR 派、どっちもコメント欄で待ってるぜ。コメント欄が荒れちゃう予感、笑い。今日は70、80年代旧車スカイラインを徹底解説したぜ。3つの理由、覚えてるかレイム？プリンスの航空技術 DNA、ケンメリの CM 社会現象、排ガス規制との戦い、合ってる。完璧だレイム、よく聞いてたな。1968年から1990年までの15年間でスカイラインは日本の自動車文化を作った。奥越えし、幻のケンメリ GTR、197台のみという伝説とともに、永遠に語り継がれる名車たちだぜ。箱スカ、ケンメリ、ジャパン、ニューマン、セブンス、全部最高じゃん。他にも語り尽くせない魅力がたくさんあるから、コメント欄であなたの、推し世代、と、思い出の名車、をぜひ教えてくれよな。皆さんの旧車スカイライン愛、待ってます。ここまでご視聴ありがとうございます。これからも昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったらコメントやチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。
またな。